りゅうです。ゆうたです。りゅうとゆうたでりゅうとゆうたです。よろしくお願いします。さあ皆さんお待たせいたしました。はい、お待たせいたしましたよ。お待たお待たせしました。お待たせしました。8月にボーカロイドデストロイヤーというイベントにてりゅうとゆうたかなり久しぶりにバトルをしたというわけで、そうなんですか？なんかどうやら俺の友達のゲッタイガさんがゲッタイガさんゲッタイガさんとゆうたさんがゲッタイガさんかいいいバトルしたからう見ようと思ってん、見ようと思ってる。二人で見たいな。はい、あ、いいですね。初じゃないですかね。僕の YouTube ではダンス解説をおお、やりたいと思います。確かに。初めてのダンス解説、早速いきましょうか。レッツゴー。これがアイキャッチです。アイキャッチ。ゆうたは大さんとコウスケ君と3人出てて、俺は空白とそう。まずここですよね。はい。ルールですよ。あ、ルールね。これ特殊なルールなんだよね。3on3、3人組の大会なんですけど、ベスト8が代表者2人。2人踊って1人踊んない。で、ベスト4は代表者1人。3人いる中の1人が代表でバトルをして、そこでもう勝敗をつけるっていう。ベスト8で踊った2人の中から出てもいい。そう、あくまで全然誰が出てもいい。誰が出てもいいっていう。ベスト8の時、大さんとコウスケ君が出てたんだよ。はい。で、俺のチームはベスト8の時、空白と相馬が出てたんだよ。ということも理解した上で誰が出るのかということですね。っていう話もう会場の空気はそういう空気になってましたけど。うわじゃあ見ていきましょうか。1曲目ね、何かかるんでしょうね。ボカロバトルなんでボカロの曲があります。絶対レード。ボカロじゃないイントロとも下手くそやもん。絶対レードだと思ったんだけど明らかに下手くそやもん。もう一回いきます。40秒から。キックバック。ボカロじゃないのよ。ボカロじゃないよ、うん、ちょっともう一回じゃあ、劣等上等でした。劣等上等です、普通に。劣等上等でした。劣等上等ですよ。はい。まあ、なるほどなって思う。なるほどなっていうね。俺はちょっとなんか劣等上等はあるだろうなってまあね、そうだよね思ってたけど、リュウが RB と初めて撮った動画と、俺は初めてのジャッジムーブがね、劣等上等なんですよね。ね、なんで2人とも結構大事なタイミングででもこの曲を使ってる。踊りたくないね。リュウ苦手って言ってたよね。めっちゃ苦手やね。やっぱ周りのハードルも高くなるから。そうそれが嫌だ、一番。かわせよみたいな。この曲来た、これはお互いかますぞふざけんなよね。無理だって。普通に即興で踊ったらむずい曲なんだもん。むずいから。行きましょう。これキャップで出るの珍しいんだよね。最近キャップかぶってどこはもう落ち着いてる感出してるけど、ガチできついからリュウさんの先に出てくる。る。まあてかさ、今までのリュウとユウタ対決もうん、ほとんど俺が先に出てる。そうだね。結構決まりというか、リュウとユウタになると俺が先に出るみたいなのが決まり。さあ、入ってます。めっちゃ集中してますね。リュウとユウタ対決だから2人ともね、こういうマニアックな動きをね。アホマニアック。はい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 。はいアホマニアックです。タコマニ。タコマニです。タコマニです、これは。いつもね、リュウとユウタ、秋葉カーノとか出るタイミングで、僕しか湧いてない、リュウしか湧いてないっていうタイミングがね、よくあるんですけど、このヒップホップダンスだったり、ポップダンスのネリネリしていくと出てくる部分ですね。お互い結構好きなのもあって。やっぱ相手の動きにはキャッチが敏感だよね。そうだね。一番会場で敏感だから。マニアック対決をしてますね、この時。相馬の反応もね、そう、相馬の反応がいいよね。相馬はダンスはめっちゃわかるけど、曲知らないんで、ここの質感生で見たらキモすぎたんだよ。なんか俺がデカ音取りに行くの珍しいよね。珍しい。だいぶ気合入ってるね。
いいねいいね、マニアックだね、マニアックだね。あマニアックだねあ今のね。じゃあねじゃあね、あいやあいや、やっぱ音強いからさ詰めすぎてさ、ゴリサビ詰めねサビ詰めすぎ。ゆうたの左端側行ってから戻ってきた時の内容がそうだねゴリ詰め、トントン。ここ一個ずつ解説はかなり難しいので省難しいですねくんですけど、だいぶ難しい全身と部分と下半身と上半身と上下とうまいこと俺のポップの質感に寄せてきたりもしながらって感じですね。全部なんか頑張ってるよね、うん、対戦相手なんで盛り上がりすぎるとバトルモードに自分が慣れないから抑えてたんですけど、感情を2音とかでこのムーブしてたらマジで脱ぐと脱いでるんかいマジで脱ぐともう一回だけサビ見よう。早いのよね音がでもついていけてんのがね、こっからこの後ねこっからよこっからここね全てのねもう自分の体とは思えないねやっぱ踊ってる時のあ気合で飛んでるねはいああ詰めてるね出ると思いました里手上げは。まとめたねまとめたね。まとめたねめちゃくちゃまとめてる龍と雄太対決の時のあるあるなんですけど、龍が先行でショートムーブに詰め切ってきっちりまとめて終わって、龍がこう詰めてきたら俺はどれだけ粘れるか粘れるあこれあるあるなんだよねいつもなんだよな龍と雄太対決。やっぱね俺その周りが普段 b ボーイの人が多いから、スタンス的にすごい b ボーイのモチーフがめっちゃ好きだった。そうだねムーブの持ちようとしてやっぱショートムーブで組み立て方というかそう戦い方がね、相手にポッて渡すっていうのがめっちゃ好きだから自分とレベル帯が似てたり、うんガチライバルってやつと当たるときは相手の戦い方と全く同じ戦い方で返すより、やっぱ真逆の部分から戦わないと勝てないんで、龍に b ボーイスタンスで勝つのはもうより俺は無理な気がするんで、なんか珍しいけどねこんなヒップホップなんて長踊りしてなんぼのジャンルなのにそうだね。そうなんですよ。あとさこの2番入ってさ、ここのビート入るところさ俺はさ全部さ倍速で撮ってんのよさ手前のユータが気持ちよさそうにこれで撮ってさうわそっちだわーって思って踊ってる時俺冷静に慣れてない時結構こっちで撮れなくなるから、この後そう俺はとなんだけどユータはずっとこうなのそれだよねって思ってあーで詰めてますね。そうね、ヒップホッパー、はい、でまとめてきましたからのね。これずるいよこれずるいよ俺があんだけ倍速で詰めてゆっくりこのウェーブでいやーマニアックなことやるしねそうだよねいやーそれだよねこれねうまいんだよな。はい、こここれまでですね。空気変えるのめちゃくちゃうまいんだよ。ここまでですね。あるあるなのがまたあるあるなのが俺が b ボーイスタンスでボンってぶつけた後もう火力でいくからその後ユータめっちゃ落ち着いてめっちゃマニアックな内容引くっていうポップやってない人からでも分かるなんか、こうなんか絶妙なギミック系を詰めてくるからうわー立ち悪いと思って俺この時おいそれかよと思ってムーブの展開を意識して踊ってましたね。知ってる曲なのもあるんで、どこで盛り上げてどこで面白いポイント作ってみたいなのをちょっと頭の中で計算しながら相手がバコンと終わってきたんで一旦落ち着いてみよう。ウェーブをひたすらやりましたね。だってウェーブだけで48ぐらい持たせてるめっちゃやってる。普通のバトルやらんてんウェーブやって多分四角形やってで三角形をこっちとこっちでやったんですよ。でスピードチェンジ全部やってるみたいな感じですね。これむずいですからねちなみに言っちゃうけどこれめっちゃむずいよその簡単にできないです四角形三角形音取ってスピードチェンジで歌詞取って歌詞取りねでここからサビが来るんで一個ギアを
いやこれも正解ですね、はいちゃんと上げていすかさずヒットのうちにでこれねこれです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 ちょっとよくわかんないのが出ましたけどこれで自分でもすこれです片足強いねこれはマジでよくわかんないですこれバトルのいい部分が出たなっていう感じで、でここで一回落ち着きましたね展開を見せてあげてはいはいはいこっちですはい皆さんここ、はいまず僕の一つの事件がはい起こったのは、はい一回のガチャガチャっていう音に対して、はい龍が細かい音を取ってたんで、うん質で攻めたんですよねそうだよねで片足になりましたはいこのタイミングふくらはぎをつりましたここはマジで焦った軸足がつっちゃったんですけどで逆にあえてそれを我慢しながら片足で耐えてやべこっからどう持ってこうって思いながら踊ってましたね重さ出すさこう言うたらめっちゃ強いさ、重さ出す質感のムーブ入ったじゃん一番足踏ん張るところじゃん、そこでビキーンっていったんだろうねだから動画で見返してそこまで質感のブレがなかったから、すごいよまだまだ耐えたなって思ったけど、一番疲れるのは足なんですよこういう時こういうやつそう全部踏ん張るんでね踏ん張る地面をめっちゃ地面噛むような感じでやるんでここはちょっとマジで焦ったここいい急にポップバトルみたいなのないよこの後落とすからここも走り切ってもよかったなと思いながらこの後足上げてここで釣りましたで耐えて逆の足で遊んでマニアックなことやってんね今度さ足交差してこっちに変えてこうやってやるみたいなマニアックなことやってんねまたで変えてね一瞬でこっちに軸抜けてね裏の音を取ってますここのフロントフォローいやーまあやるよねって感じナイス音を取るポイントを変えながらここ一番むずくないこのまずむずいこの音ハメポイントみたいなのが一番むずいんだよ期今待されるのところも足つっちゃったからさバランス崩しちゃったんだよそういうこさっき足つったからバランス崩れちゃったところでフロア入ろうとあとしてたんですけどそれどころじゃないもんねそれどころじゃなくて一回上がっちゃったんでなんかいい感じで脱力しながらフロアに行くみたいなことをやりましたねあで1個ネタ入れてで今までずっとガチだったんでちょっとふざけるいい曲ですね来たーいい曲ですよ僕らが初めてボカロのクルーバトルに出た時に人まで上がって1曲目がこの曲だったワールドだったよ、ワンラウンド目はもうお互い詰め詰めでゴリゴリで当たりましたけど一気に来たよね曲調もね全然変わるからここで何が出るかっていうのを相馬が分かってないです相馬は分かってないです相馬は分かってないです相馬は分かってないですはいこのスカねスカスカスカいいねスカスカスカ取るよねもう世界が龍の世界に引き込まれましたねここ賢いなと思った俺自分でここしっかりリズムをねここのさ好きなポイントがさ後ろの相馬が可愛いんだよねでも一緒に揺れてんだよああ本当だこうやってやってんのねやってんねやってんねここ
落ち着いてサビにかけてこうグーっていく曲なんでマニアックな裏の音を取ったりしながらいいね。いいタイミングまでめっちゃ集中できてるもん。上げていってる質がちゃんとできてる。めっちゃいい。で、ナインティー出て、これでもね、こナインティーやろうと思ったのは5秒前ぐらい。あ、そうなんだやろうやろうで出たんじゃなくて、やるしかねえってなってた。まあどっかでナインティは入れるだろうなとそう、思ってナインティー入ったんだけど、この時学んだあるポイントの話、秋葉カードの連覇の1回目の決勝戦の雑踏の時にナインティーをやってまあ周数大体手を伸ばしてでもあったんだこれより回ってなかったかな確かうんナインティーに限らないんだけど技ネタが全部完全に音に跳ねに行くネタなのよ、ためにパーンって当てに行く動きってナインティーじゃないんだなってこの時学んだ結構面白い発見だと思面白い発見う今までのでナインティしてるムーブいっぱいあると思うんだけど単音を当てに行くナインティって全部回ってないんだよね全部回ってないの5、6、7、8そうカがウントでセーブ8取りしてる時と音が長めの音カタ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 まあビータ様とかね三田様カタカタととかかあとヒロアカのムーブでやった時も3週ぐらい乗せた時は5、6、7、8ぐらいで乗せてたから単音でナインティは取っちゃいけないっていうことをこの日学んだ、はいこれは一つこのムーブで成長した長めの音ではい取るべきなんだなって成長できたムーブ、過去のムーブとかも見返してそう見みてください返してねまあでも立ち上がりだからよかったよねここが内心あそこまで回ってないそうそうそう危ねえと思って俺は雑踏の時みたいに崩れなくてよかったいいねルン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 ターンここでもう一段階ギアをね上げてきましたねだから君の時にほぼほぼ全部俺のことを指さしてるのがいいですね言うた以外指差しも意味ないからねこの曲そうだねであとはサビの線は円になるのところのフロントフォローがうまくいってて、ねそこで湧いてる人もいて思うね分けてたねさすが竜とユータみたいな感じになってました全く同じことやってたよそうあんま2人のさ2ラウンドムーブで10分近く行く動画って珍しいまだ半分のよまだ半分いやここ何回見ても気持ちいいこれまたね BPM がダウンできないんですそうよだねダウンができないの円にねいやここがねここねもう歌詞を取るしかないよねそう歌詞を取りに行くしかないでドゥンツいやここ音がめっちゃいいねでもう俺も前で撮ってる音が一緒なんだよね一緒だね僕20秒超えてる音これ審査員にさ珍しくヒップホッパーのショータイムさんがいたからさそうだ割と伝わったよねそう動き自体伝わるからここら辺とかめっちゃヒップホップの動きでマニアックな音取るで俺はここで終わると思ってたんですよだあから詰めてきたなと思ってユータに渡すところを結構考えたんだよここで渡されると思ってたここねマニアックだね難しいね秋葉彼女は開かないよ絶対わかんないです東京大会でやっても見えないですはいここでまだ行きますこのサビの直前にね俺がもっと行けって言ってるんですよね言ってるね言ってたよねまだ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 いけるまだいけるっつってまだ詰めろまだ詰めろ言ってたなんで対戦相手にまだ詰めろって言ってるのかよくわかんない急に2音になってたなここでねめっちゃ俺が喋ってますねいけいけこの下がってる部分の見せ方がうまいですねマニアックなことを入れてなんかね意外とやっぱ見返すとヒップホップっぽいことやってないかなと思ったからまだ行きたいなって思ったああなるほどねそうでここでこれで終わりますムーブの締めやっぱ考えるじゃん、うんまあ、あそこで終わらせようかなと思ったのよ、割と戻りながら最後何締めようかなと思った時やっぱフラッシュバックしたのがそのダンスヨアスタイルのムーブだったんだよ、決勝戦とかベスト4とか、めっちゃ気合い入れたムーブの時に締めがなぜかぶっ飛びだった大事なタイミングでね
なんか出ちゃったよね。出てたねバコーンって普段やらないのに。ウェーブのクオリティが高えな。でさっきの人は松尾さんに鍛えられてここで爆発してますね。この前の部分とかの会場を行ったり来たりしてんのも、ステージングの見せ方がうまいですね。でか使いね。でこれサビの途中で渡されちゃったんでっていうのが結構一番タッチダンサーにとっては嫌な渡し方でこれ、無理だよねと思って渡してるんだけど、サビの途中で渡されるとサビのテンションなんで落ちていくだけじゃないですか、曲が落ちてもう一回展開作りなんで一番きつくないその2番のサビっていうのがこの後 C 来て絶対落ちるやん。 C メロでめっちゃ落ちるのに、そのタイミングで渡された時は結構まあそうだよなと思いながら、で次の展開まではそのサビを全力で踊らずにこういう感じで持たせようってなりましたね、この時は。まあ先行の特権だからね、どこで終わらせるかっていうの。ダンスバトルでさ、よくあるあるの質問なのがさ、先行後攻どっちが有利なんですかって質問あるじゃん。まあ、高校はやっぱその音を聞ける、知らない曲だったら、まあ、音を聞いて大体予測ができるようになるのと、あとは相手の動き返せたり、相手がこう来たからこうできるっていうのが自分の中にある人は高校の方が強いと。高校の方が割とダンサーは強いって言われてるんだけど、実際のところ、まあ、立ち回り考えると、先行もまあメリットはある。全然ある。そのバトルの空気感を作るのが先行だし、かましきれて空気感も作れて、でそのタクティクスがある人は先行でも全然関係なく強いんで、でどこで渡すかも自分で選べるから。自分で選べる。まあ体力きついけどね。そうだね。先行とかでその渡す時は、まあだからどっちでもって感じ。どっちにも良さがありますね。どっちも縦横無尽に行ってからのこうすぐ帰るのもいいよね。だからもうゆっくり落ち着いて、またワンムーブ目とはあんま変わらないけど、入りはそんな感じでここでさらに落ちるからむずいんですよね。変に上げてもすぐ落ちなきゃいけないし。そうここさ、ここ取ればよかったって思うんだけど、この見せ方だからこそできた音取りが、ここね、ここを取りたかった。これね、多分ね、ポッパーとジャズ以外のジャンルだったらここ踊れないんだよね。ポッパーというかアニメーションができる人しっかり。ここはもうマニアックなことひたすらやりましたね。肩の外側内側です。だからここ持たせられる人ってめちゃくちゃ技術ある人なんですよ。耐えました。すごいです。でこの流れからなんでやねんでここでは上げきらなかったね。そうだからここで上げきんないからさ、こいつまだまだ行く気だなと思って。でここで1個上げて、ここも別にそこまで上げきってないですね。そうね、ちょっと雑な音はめに近いもんね。ナイス。ここはつながっていく線が円にみたいなものを意識しながら動きをつなげていく。最近ハマってるタップとかをだから体感がすごい。この後ね、ここ最初ちょっと、取るタイミングをミスったのよ。そうダダダンダダダンが1個早いんだよね。ここから2回目から合わせたんだけど、最初がちょっとずれたのをここですぐ反応して本当だ、気づいとるな。2人とも耳が良すぎるっていう気づいとるわ。これ現地で見ないと分からんだもん。分かんないと思う、でどう繋いでくれるかが分かんなかったから、こことりあえず耐えてたんだけど、ここまで行ったタイミングで曲の終わりの音までは絶対に流れるなって思ったんですよ。
ドゥーンまではって終わる絶んだよね対流れるんだよね、このこの曲。ドゥーンが入り始めたんで、じゃあまでまで行くよ、行くなって思って、だからそこに向けての動きをしてますね、このタイミング。これでもよく聞けたね、そのさ、裏でもさ、デデデデンデデデンって次さ、頭入ってくるじゃん。だから結構今度頭の中耳混雑すると思うのによくスッて取りに行こうと思いうい感じに取れましたね。ここまで行くなって分かってからはそっちしか集中してああないです。ね、音取りね。でダーンの後にいい感じに揺れてればそれっぽくなるんでっなるほどていうあるあるね、それっぽくなる。この後のここに入ったからつなぐなと思って、でそっちだけに集中して入ってくるけど、はいこれは DJ もうまいし俺も頑張って対応できたなっていうつないだよね。でイエスリュウがここねやってたシャン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 ね。ここの動きね、これちゃんと映ってないけど、ねこれ右手と左手で取るピアノの音を変えてるっていう。タタ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 を取ってテレレンテレレンテレレンテレレタタ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 タ本当にごめんなさいの話をすると、これジャッジも分からんかも。多分俺は分かってたんだろうけど、多分分かってたジャッジは分かってないかも。そうこのねごめんなさい。ここは俺の変態さが一個出ましたね。自己満に近いからね。だから右手と左手みたいなことだよね、そうピアノのそうそうそう。やらんです取り方をしてます。アンさんは普通そんなことやらないです。でこっちからはいやー、完璧、ここマジで。ここは取り切りましたね。完璧。はい、で、これですいいね。やられたー。はい。そう、テルガワールド、カシアメがね、頭悪いカシアメたくさんできんだよ、この曲。リュウは一切してなかった。そう、俺は頭の中に選択肢はあったんだけど、やらないを選択肢として取ったんよ。やってないから俺はやろう。ゆうたはやったんだよが、ちょっとうわやったかっていう顔になってる。顔になってるそう顔になってんの。まあ、やるよな、みたいな。そうそう。しかも、2位の方ね。こっちじゃない。こっちじゃない2位の方じゃなくて、こっちの方ね。と思って。イメージで、この曲って結構ネス君のイメージが強い。そうね、ネス君だね。こう動画とかで、うん。っていうイメージがあって、出てきたのがこれでした。頭悪いカシャメね。褒めてないギリ。はい。これもやってみました。ちょっとここのロボットのクオリティが低いから悪い。ゆうたってロボットあんまやらないよね。あんまやんない。だから俺ロボットやった瞬間、おロボットやったぞって返してんの。ここもリュウが撮ってた音をちょっとヒップホップニュアンスだもんね、そう撮り方。自分の違うニュアンスでイエス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 。で解き放つ。パーン。いやー、最大のヒットを打ちましたね。そこまでは8割。これやばいね、この終盤で持ってきてんの。ここはもうあんま動かずにヒットだけでうん。見せましたね。これできんのもすごいよ。無理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 。ヒットをヒップホップダンサーに変えたらダウンじゃん。うん。頭1からダウンしてくださいを2回やるのは無理です。そうだね。確かに。無理です、絶対に。こ怖すぎる、やることとして。こは。そう。これ質がないとできないですよ。そうだね。いやー、ようやってるわ、これ。でこれこの後のまたサビが2段階あるんで、そこの展開とかも考えながらここはヒットのみで動かずに感じですね。マニアックだね。ここはもうヒットないです。ド直球でいきます。ナイス。いい。ここパンね、パンね、パンね。はい、パンです。ここでパン、これね。はい。軸はぶらさずに内側で取ってる。内側で取ってたんで、俺はめっちゃ外側をダメ。足で思いっきり取ろうっていうのは決めてました。賢いね、これは。こっちの方が分かりやすいんだよな。そうだね。賢いんだよ。そうだね。そう、ゆうたやっぱ2回目のサビででっかく取るっていうのが露骨に見えてるし、なんかそのみんなが感情乗りやすいようなムーブ、これ入れたらうまいことこうさらに上げれる方法としてふざけんなよ。
ふざけんなよその足を際立たせるためにその前は動かずにヒットだけで見せて、で足で取ったのをきっかけにそこからエンジン全開でもう全力で暴れまくるっていう感じですね。疲れるとね足動かなくなるんだけど、俺大体人のダンサーが足が綺麗に動く時間で1分だと思ってるの、はるかに超えてこないような人が怖いなと思っただからで釣ってるからね釣ってるし、もうだから計算がうまいなと思って、最初はさゆっくり入ってさっきもヒットも足動かず踊ってみたいな、意外とこのムーブだけはちゃんと考えておく。計算高いよね割と。いや無理だなこれが。じゃないと勝てないん俺で。ムーブ中にこんな考えられないです。ちょっと柏木も通しで言うの小杉君と大さんがめっちゃ似てんのよ。ここで巻き足も入れて、巻き足入れてる。もう爪に詰めてます。はい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 。足を取りながら頑張ってますね。もうさすがに疲れてます、ここら辺は。まあそうよね。いやーいいね。ナイス。で最後も俺は内で取ってで終わりですね。はい。これはいいバトルでしたよ。いいバトルでした。戦い方のベクトルが全く違うからおもろいね。全く違うし、詰める部分も、音取りの見せ方も、全部全然違いますそうね。ね。でもお互いに寄せてるところもあって、そうね。結構完璧じゃない、どっちも。そうね。ムーブの結構ムーブの内容としては完璧だったね。これがまた先行後攻とか曲とかジャッジで変わるなっていう。で、勝ったのはゆうたで、ゆうたは決勝まで行ったんだよね。決勝で負けた。決勝で負けたんだけど、だからゆうたたちに負けて俺はベスト4だったんだけど、俺は実際予選落ちしてんのよこの日。そうだね。この日ね、彼ら予選落ちしてるんですよ。予選落ちしてなぜかベスト4になったんだね。審査員のショータイムさんが点数の書き間違いをして俺ら一度予選落ちしてます言っちゃいました。予選落ちしてます。言っちゃいました。いやーこれ面白かったね。翔さんの謝り方がめちゃくちゃ面白い。マジでごめん。マジでごめん。今度好きなもの買うからマジでごめんって言われていい人だからいいね。そう。これ上位通過確定だな、何位かなとかいう話してて、余裕ぶっこいて俺ら飯食いに行ったんだよ。結果発表の瞬間ね、ご飯食べてた。そう、ご飯食べたんだ俺ら。そしたら空白から電話が来まして、俺ら呼ばれてないって言われたんだよね、そう結果発表の時に。空白も絶対落ちたと思ってないから笑ってんだよね。俺ら落ちたじゃなくて呼ばれてないっていう。俺ら呼ばれてない多分俺ら呼ばれてないって言われてって呼ばれてないって言われて、絶対上がってる自信があったからそれ多分会長側のなんかミスだよっつって会場行って点数ミスでしたって言われてベスト4までそうだね、戻れたんですけど、これがアイキャッチです。アイキャッチ解説でした。解説でした。記念すべき初解説。よかった。これが出る頃にはもう一回リュウとユタがバトルしてる可能性。やだよもういいってそんな感じですか？はいそうです。はい、いいバトルでしたね。元動画は概要欄に貼っとくんで、みんな大体見てるかなと思うんですけど、ぜひ元動画で自分のタイミングとか自分の見方をしてみてください。いろいろ多分見れば見るほどね、こう撮ってるのそうね。誰々こんな感じで見てるとか面白い気づきがあると思うので、楽しんでみてください。はい。そんな感じで SNS も全部貼っとくんで、はい。これからも応援を暇な時によろしくお願いします。という感じで、ありがとうございました。ゆうと。ゆうたと、ゆうたと。ゆうと。ゆうたで、ゆうとゆうたでした。バイバイバーイ。